空が青いな。洋服ダンスか。はい、おはようございます。今日は水曜日。はい。今日は比較的寒くないというか、まあまあ、寒いんですけどね。はい。穏やかな朝を迎えておりまして今日も引き続きこちらタンスをねやっていきたいんですが、ちょっとカラーベニアがまだ入荷しておりませんので、はい、もしかしたら今日午後入ってくるかなとか、もしくは明日ということになりそうなので、はい、できるところをやっていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、ということでね、今日は比較的ね、暖かい朝を迎えておりまして、人間っていうのはね、気温に対してもそうですし、何事もそうなんですが、昨日よりちょっと暖かいとか、一昨日よりちょっと暖かいとか、気温をですね、相対値で、考える生き物だと思っております。相対値というのは、昨日よりマイナス何度プラス何度だから暖かいと。例えば、いつも早朝ですね、だいたいこちら普通だと、5度とか4度とかなんですが、今日は7度あったとすると、2度あったかいので、今日はあったかいと感じるわけでございますね。ただ、絶対値で考えると7度という気温は、寒いわけですよね、基本的にはね。ただ人間というのは昨日より2度高いだけで暖かさを感じると。でそうすると人によってはですね、アイスが食いたくなったり、冷たい飲み物が飲みたくなったりするという形でございますね。はい、ですから、よくね20度という室温がですね、冬では暖かいわけですよね。でも夏の20度っていうのはもう寒いわけですね。はい、そういうちょっと不思議な生き物なんじゃないかなというふうに感じております。はい、ということで、今日もですね、洋服ダンスを作っていくわけでございますが、とりあえずセーターをですね、こちらはですね、カラーベニアではなく、薄ベニアという、2.5 ミリの、材料がですね、材木屋さん在庫でございましたので、もう薄ベニアでやろうということで、先に薄ベニアを、セーターとして、もう貼ってしまいました。はい、ということで、前回ね、横のカラーベニアを接着いたしましたところを、今日はルータートリマーで、ですね、削ってですね、そして、正面をですね、カンナで削りまして、はい、これがあれですね、手元カメラですね素人工事なのでいろいろと、不具合が出てます。例えばですね、ここ、カラーベニアと、ランバーコアを接着したんですけど、ちょっとところどころ
これやっぱ浮いちゃってますね。はい。浮いちゃっているので、隙間ができちゃってるんで、ちょっとここが、太くなってますね。はい。ということで、このようにですね、今ちょっとあまりにも太いところは、もう一度接着剤を流してですね、はい、クランプ止めして今接着しております。はい、それともう一つはですね、上から電動カンナで、削ったんですけど、こういうふうに最後めくれてしまいます。ですので最後はちょっと気をつけてやらないとダメですね。はい、ここもそうですね。ここもちょっと剥がれちゃいました。はい、ということで、次に、作るときに、改善したいと思います。はい、ということでね、次につなげていきたいなという課題なんでございますが、はい、聞いてください。これ汽笛でございます。海が近いんでね、汽笛が聞こえるんでございますね。はい、ということで、小口テープをね、貼っていっております。だいぶね、このフラッシュ構造という家具はですね、作ってきたわけでございますが、とにかく手間がかかります。ただね、木を切って、組み立てるという方がよっぽど楽なんでございますが、フラッシュ構造はいちいちですね、枠を組んで、両サイドをカラーベニヤで接着すると。でそうすると接着するとですね、数時間もしくは丸1日、接着時間を取らなきゃいけないもんですから、片面接着して、また翌日片面を接着すると、いうような形で、手間がかかってます。それとね、さっき言いましたけど、ランバーコア材の枠組みとカラーペニアがですね、家具屋さんではないので、接着するためのですね、圧縮する機械がございませんので、単純に重しを乗せて接着しているわけでございますが、家具屋さんはね、プレス機械を持ってるわけでございますね。はい、ですので、短時間でね、接着できるわけでございますが、そんなものはございませんので、やっぱり時間かかります。はい、そしてこれ手元カメラで、小口テープですね。はい、これを貼っていっております。はい、このようにね、小口テープを、基本的には両サイド上下ですね、1ミリぐらい、1ミリもしくは 0.5 ミリ、余裕を持って貼っていくわけですね。はみ出して貼っていくということなんですけど、はい、そして、両サイドをですね、まずコロコロローラーでこれきちんとですね付着しまして、そして、はい、こちら角っこというね、ツールで角を、1ミリの角をこのように削り落としていきます。はい、そうするときちんとですね角が出来上がって、綺麗な、小口が見えるという形になっております。はい、そして次はねハンガーポール、ハンガー引っ掛けるですねポール、こちらを作っていきたいと思います。
ステンレスのポールをですね、長さに切りまして、はい、これ切るのがですね、パイプカッターと言われる、パイプを切るための専用工具でございます。はい、こちらですね。はい、普通にノコギリで切ったり、サンダーで切ったりするよりもですね、これ綺麗に切れます。はい、これね、ちょっとねじってちょっと回してでちょっと回して、刃を少しずつ出して、はい、そして回転させて、徐々に、切っていきます。これやると、小口がですね非常に綺麗な、切れ口になりますので、はい、これ便利ですよ、パイプカッターね。はい、昔はね、電気工事ね、すべて電線管で、工事してたんですよ。ですので、この配管を全部、電線管を敷設するためにですね、パイプカッターはよく昔使っておりましたね。はい、ということで長さに切りましたので、ブラケットをつけてですね、はい、ビス打ちしていくわけですが、ちょっとやっぱ横向きだとね、ちょっと力が入らないということで、はい、倒します。横にして、つけていこうかなと思っております。本当はね、下に養生シートを貼れ OK っていう話ですけど、まあやっちゃいました。はい、そして下向きで、ドリルビスを打ち込んで、はい、掃除して、これで完成でございます。はい、で引き出しをねちょっと入れて、次何ができるかなって今考えております。はい、これ手元カメラで、下に向けたハンガーポール、これのブラケットをビス止めしております。はい、よくね、何でしたっけ、引っ掛けポール、収縮するの伸びたり縮んだりするスプリングが入ってるツリーポール、ちょっと忘れましたけど、が売ってると思うんですけど、あれだとですね、やっぱり重たい洋服とかかけるともうすぐ外れちゃうんですよね。はい、ということでこちらはですね、もうしっかりブラケットをビス止めしますので、かなりの重量は耐えられるというふうに思います。はい、そして引き出しを入れたので、この引き出しの天板、と、タンスの扉をちょっと調整しておりますね。はい、でカラベニアが来ればこの扉も、接着できるんですが、まあ来なかったので、はい、できるところからやっていこうかなということで、一旦タンスはどいていただきましてですね、はい、そして今度引き出しの天板っていうんですかね、引き出しの、部分を、カットしてですね、そしてまあこれもカラーベニアを貼っていくわけでございますが、まあ小さい、ものだったもんですから端材を見つけましてね、はい、それで貼っていこうかなと思っております。そして、卓上丸のことでですね、高さ20センチで短冊に切っていこうかと思っております。はい、2倍分取ってですね、はい、そして、横方向もですね920とちょっと、幅が広がったもんですから、まあ5ミリ6ミリ弱、カットいたしまして、そして、ヤスリでですね、はい、ちょっときれいに小口を面取りしていきます。
はいでね、ヤスリ掛けが終わりましたんで、一応当ててみますね。はい、幅 OK、高さ OK ということでね。はい、そして、掃除をしてですね、今度は接着しますんで、養生シートを敷いていきます。あとその前にね、これ、初めて掃除機をね、ちょっと高性能な、掃除機を買ったんですけども、初めて、蓋を開けてみましたらですね、ゴミいっぱい、そしてフィルターに、粉いっぱいっていうことでね、これ見てください、この詰まり。いやー、これがね、前の掃除機もそうですけど、詰まっちゃうとですね、吸引力が一気に落ちまして、はい、掃除初めていたしました。はい、ということで養生シートを引いて、多分カラーベに開くんじゃないかなということで、扉の方も置いてですね、両方一緒に接着できるように準備したわけでございますが、結局届きませんでした。はい、ということで、端材を使って、引き出しの方だけを接着していきます。見てください、このカラベーニアの反り具合。これ放置してるとこんだけ反ってしまいます。すごいでしょ。のでちょっとこの左側の縦材と右側の縦材歪んでるんですね。横にして重りを乗せたもんですからちょっと歪んでしまったので、以前ねテムで買ったこのジャッキを使ってちょっと矯正してみようと思います。これでね、矯正できるのかどうかは分かりませんが、ちょっとこのまま放置してみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとやっぱね、木っていうのはね、特にこのランバーコア構造というのは、ランバーコアじゃないや、フラッシュ構造というのはですね、歪みがちでございますね。はい、それとカラベニアね、端材で、置いてあるんですが、立てかけてるんですが、すごい反り具合ですね。これね、やっぱ平置き、ベタ置きしないといけないんですかね。はい、あんまりベタ置きはね、場所取るんで、やりたくないんですが、やはり、反りをさせないためには平置きの方がいいんですかね。はい、ということでね、貼ってこれ重し乗せたんですが、やはりちょっとねこのぐらいの重りではちょっと接着弱いですね。はい、ということでこれ手元カメラで、接着剤ボンドをですね、スプレーガンの方に入れる映像となっております。はい、このようにボンドを入れてですね、そしてエアーをつないで、そして吹き付けていきます。で、この時に角をきちんと塗り付けをしてないと剥がれる原因になりますので、まず角からですね吹き付けていきます。やはり、何回もやってきましたけど、プレスの工程がですね、専用の機械がございませんので、課題ですね。はい、ただね、家具屋じゃないんで機械を買うわけにはいかないので、結構大きな設備投資になりますからね、なんとか、DIY で、プレスができるように考えていかないといけないのかなというふうに
最近考えておるわけでございます。はい。このぐらいのね、重さではちょっとやはり下もデコボコ、上も軽いみたいな感じでね、くっつきませんね。ということでまた万力を持ってきまして、貼っていくわけでございますが、ここはやっぱり、ちょっと考えないと、改善しないといけないところですね。はい、そしてこちらが本日の作業内容となります。結局カラーベニア届きませんでしたので、できるところをやっていこうと。これハンガーパイプを取り付けました。そして小口をテープで貼りまして、なんとなくタンスのようなものができてきたのかなという感じになっております。はい、ということで本日は以上となります。ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。結局ですね、カラーベニアは届きませんでした。はい、ということで、できるところまで、終わりましたので、こちらタンス、じゃんじゃじゃーん、扉がないタンス、はい、引き出しもないタンス、一応ね、組み立てて、セイターをつけて、ハンガーポールをつけまして、はい、そして、終わりとなります。次回また引き続き、タンス作っていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑